異なる防御ポイントでのダメージはこうなりました。すると、本来の 100% となるはずのダメージに割り戻すと、おやー、つまり、防御ポイントはドットには適用されないってことだね。ウォーロボッツ&ウォータイタンズ、フランベチャンネルへようこそ。いやーねー、以前から構想だけは持って温めてきた、フランベ過去最高となるかもしれない、超絶ロマンしかもうないビルド。これ、そろそろ始動しようかと思ってね。まあ他にもロマン仕様のビルドやド変態装備のビルドなんて、いろいろ構想持っちゃいるんだが、どれもこれもアップグレード前のお試しバトルでうまくいかなくてね。まあフランベの実力の問題でもあるのだが、ただこれは確実にロマン溢れるだけじゃなく、バトル成績もちゃんと結果出せそうな感じなのでご紹介。まあ今見てもらってる装備武器で、スローダウン、特盛りにしようというもの。で、ドローンのスケールをビルド、改めてのアビリティ一つ目。フェンリルの耐久値の12分の1が削られれば最大7秒間の防御緩和耐性を得られるやつ。これで近接戦の直接対決でもラススタ効果っぽいものが得られる。もちろん耐久値だって。この時点ですでに55万オーバーだからね。マーク3まで行けば確実に60万オーバーの耐久値で防御率 50%。さらにスローダウンの上乗せもあって、ガチガチのスローダウン効果が発揮できる。もしこれが有効ならば、スローダウンの武器はイグナイターだけ残し、他2つはより火力あるものに変更できるかもだ。で、最後に本命のこれ、防御ポイントとは別に、火ダメを軽減するってやつね。つまり、防御ポイントを無効化されても、最高 20% は常に軽減できる。これなら防御ポイント緩和を持つ敵でも十分に耐えられる。そうして、史上最高のカッチカチのフェンリルに仕上がりそうだってことで、仕上がり、急ぎますお楽しみに。では本題、あさってのアップデート 12.1、これで実装される元祖、腐食系のアルティメットエディションが登場。まああまり興味ないカテゴリーかもしれないが、これが結構エグいことなっててね。それじゃあ改めてだが、腐食系のドット、これって防御ポイントの軽減の対象となるダメージなんだろうかって確認からね。確認方法は防御ポイントでのダメージの差、これによって対象となってるかなっていないのかを確認します。異なる防御ポイントでのダメージはこうなりました。すると本来の 100% となるはずのダメージに割り戻すと、おやー、つまり防御ポイントはドットには適用されないってことだね。さあそれじゃあアルティメット6つで比較してみます。注目は同じドット効果を持つワスプだが、時折遭遇するアルティメットワスプのタイフォン、これ結構強烈だったからね。どこまでの違いがあるのかだね。新型のベノムはスカイブルーのラインで、ワスプがピンクだが、おいやー、連続ファイアリングで言っても、8秒まではワスプが累積ダメージで上回ってるのだが、というより、新型のくせにぶっ飛んではいないようにも思える。まあそもそもの火力ベースが高いってこともあってだろうか。そこで、今回はよりバトル環境を踏まえて、敵のボットは防御ポイントを備え、100ポイント、つまり 50% のダメージカットを持ってた場合で見てみましょう。おいやー、5秒経過でワスプを上回ったね。さらには、近接ファイアリングでの計算されたストームの火力、これも超えたね。まあ今回の検証での設定は、アップデートノートを読み込んでるからね。そのスペック表示では、ドットの最大スタック数は未定義となってる。ここだろう、ウォーロボッツらしさは。もうこのタイミングで今だ決まっていないとは考えにくい。つまりはいつものサイレントだ。発売当初は、おおもうこれ最高かよベノム、魔術映像と、次の新型登場までは売りに売っておいて、おそらく6月の突然の悲しいお知らせがございます。というてつくづか調整のリバランスのタイミングで、サイレントにスタック上限を設けるつもりだろう。商売うまいな運営よ。とはいえ、9秒間近くをヒットさせ続けるのならば、ゼロ距離のストームを上回る火力がベノムには備わってる。そういうことを、ガシャ。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回、お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。